しました。スープご飯ってさ、なんか松坂屋のあたりにちょっと買い物があって行って、あ、本当。ちょっとさ、パンから来てるのかもしれない。でもこんだけ寒かったら。今から、仕事を始めようと思ってるんですけど、その前に皆さんに年末にご紹介していたこのバレットジャーナルと、あとスケジュール帳、この無印のスケジュール帳ですねについて、私がどんな風に2026年使っていこうとしているのか、セットアップの内容を簡単にご紹介したいなと思います。本当に私のノートは全く映えないです。ただ自分のこれからの成長というか、2026年をより良くするためにそこにフォーカスして作ったノートになります。使い方っていうのがもし皆さんの参考になるところがあればなと思ってお伝えしていきます。ではまず無印のスケジュール帳の使い方をご紹介します。ちょっと内容とかスケジュールはぼかしを入れさせていただくんですけど、使い方としてはこの端の欄に空欄というか書き込める部分があるので、ここにその月の To Do ですね、目標というよりはこれはやらなきゃいけないっていうタスクをメモしておいて、終わったらチェックをつけていくっていう感じにしています。でこちらの1ヶ月のカレンダーは、予定を書き込むっていう形にしてます。ここに書き込んだスケジュールとは別に Google のカレンダーの方にもスケジュール登録をして仕事もしやすいようにしています。そして、ここにあるのがこのハビットトラッカーですね。このフォーマットは Pinterest で見つけたものを自分なりにちょっとだけ書き換えたりとかして使わせてもらっているんですが、このハビットトラッカーで運動習慣っていうんですかね、朝のストレッチと、ちょっとした筋トレとプロテインとか水をちゃんと取れているかっていうところと、夜のストレッチ、この4つを2026年はちゃんとルーティン化して習慣づけていきたいなというふうに思っているので、それをチェックリスト、ハビットトラッカーにして、記録をつけています。こんな風にやったところには私はもうマーカーで簡単にピピッと
引いている感じですね。でこれ結構私には合っていたので、他にもちょっとチェックリストみたいな感じで管理したいものは作ってもいいかなと思っていて、やっぱり目に見える形で、自分が積み重ねてきたっていうことが分かると、なんかちょっと自信になるというか、そんな感じがするので、Pinterest でねすごく素敵なフォーマットたくさんあるので、真似して作ってみるのもありかなと思います。で、無印のカレンダーは基本的にそんな使い方なんですけど、以前の動画で、どうしようかなっていうふうに思っていた後半部分のノートページですね、こちらに関してはブックノートのもうちょっと幅広いバージョンみたいな感じで使おうと思っていて、どういうことかというと、読んだ本とか見た映画、ドラマとか、あとは買ったものとかっていうのを簡単に残していこうかなと思ってます。あとカフェとか、自分が行ったカフェとかも、記録として残してもいいかなと思ってます。そういうふうに使う理由としては、もう少しインプットというか、実際に自分で経験するっていうことを増やしていきたいなっていうふうに思っていて、それが一つの目標でもあるので、自分がどれだけ2026年新しいものに触れられたか、インプットできたか、経験を積めたかっていうのをここに書くことで一目で振り返られるかなというふうに思ったので、そういう使い方をしようかなと思ってます。適宜使ってみて、こうした方がいいなって思うところは臨機応変に調整していこうと思ってます。続いてロイヒトテルム1917、バレットジャーナルですね。バレットジャーナルの2026年の私なりの使い方、セットアップの仕方をご紹介していきます。まず一番最初に、ここまだ書き込めていないんですけど、2026年のビジョンボードのページを設定しました。2026年自分がなりたい理想の自分とか理想の暮らしっていうものになんかぴったりくる画像とかイラストとかを集めて、それをスマホプリンターで印刷してここに貼っていこうかなと思ってます。視覚で自分の理想をイメージするページですね。スマホプリンターが届き次第やろうとは思っていて、今Pinterestとかでコツコツ自分のいいなこういう感じっていう、なんか雰囲気、自分の理想の雰囲気に当てはまる画像とかイメージを集めているところです。このページはやっぱり未来の自分、2026年の自分にワクワクするためのページとして設定しました。目標とか仕事とかを頑張っていく中で、たまに道というか、あれ何のために頑張ってたんだっけっていう風に忙しさの中で見失ってしまうことってあると思うんですね。でそういった時に視覚的にパッと目で見て、そうだった、こういう風になりたかったんだっていうのを思い出せるように、初心に帰れるように、立ち戻れるようにっていう、ページとして使おうと思ってます。そして次のページはタソ2026っていう風に書いてあるんですけど、さっきのビジョンボードがイメージで2026年のなりたい私を、具体化したページだとしたら、こっちは言葉で私がどうありたいか、どうなりたいかっていうのを言語化したページになります。ウィッシュリストとも似てるというか通じるページでもあるんですけど、ウィッシュリストよりもより抽象度の高いことも書いてあるようなページですね。私で言うと、ハンサムな女性により近づきたいとか、そういう、具体的ではない理想っていうのもここに書いていたりします。で項目としてはワーク、仕事とマイセルフ、自分自身ですね、あとファミリーと、あとワールド、世界の4つの項目に私が分けていて、で2026年それぞれの、ジャンルというか項目でどうなっていたいか、どうありたいかっていう自分の理想を、残しています。恥ずかしいので内容はモザイク入れさせていただいてるんですけど、ちょっとご紹介すると、マイセルフとかだと笑顔が美しい人になるとか、あとは字が綺麗な人になるとか、いつもご機嫌でいられる人になるとか、どういうふうにそこにたどり着くかはわからないけど、こうありたいっていうのを、書いています。
次のページが、タイトルはタソインフューチャーというふうに書いていて、38、40、50というふうに数字を記していて、ここは38歳、40歳、50歳の時に自分がどうありたいか、どうなりたいかっていうのを書くページにしています。でこれを書くことで何を目的にしてるかっていうと、38歳の時に自分はこうなっていたいっていう目標があるなら、今年2026年はどういうことを達成しといた方がいい、達成しなきゃいけないよねっていうことが逆算で出てくると思うんですね。なのでちょっと先の未来を見据えることで、今年やっておくべきこととかがはっきりしてきたりすることもあると思うので、それをするためのページです。で基本的に私のこのバレットジャーナルというか目標の立て方としては、それができるかどうかとか実現可能性とかは無視して、なりたい姿をイメージして、じゃあそこに近づくためにはどういう目標を達成すればいいのかっていうことを棚卸しして、具体的に数値とか期限を決めて設定するの形で、今年は特に目標設定をしています。なのでそれができるかどうかっていうのはまず何も考えず、自分がどうありたいかっていうのを素直にノートに書くっていうことが私の中で結構大事にしていることの一つです。そして次のページ、ここはウィッシュリストですね。ちょっとまだ空欄なんですけど、これから書き足していこうと思ってます。今年2026年近づくためにやりたいこと、やっておきたいことっていうのを書く。それともう一つ、そういったものとは関係なく、どこかに旅行に行ってみたいとか、こういったものが欲しいとか、自分の欲望に正直にありのままにやっていきたいことを書き残していくページにしようと思ってます。その次のページの項目が What I don't want to do っていうふうに書いたんですけど、ここはさっきとは違って自分がやりたくないことを、正直に書き残していくページです。今年初めて作ってみました。いろんな人のお話とか経験談とかを見聞きする中で、やりたいこと以上にやりたくないことを明確にするっていうのも理想の自分に近づくために大事なことなんだなっていうふうに感じて、でやりたくないことって他の人にはなかなか言えないじゃないですか。別に悪いことではないんですけど、ちょっとわがままに思われちゃうんじゃないかとか、そういった不安も胸をよぎることもあるだろうし、なかなか正直になりづらい部分だと思うんですね。だからこそ私だけが見るこのバレットジャーナルの中で正直に残しておくことっていうのが特により大事になるんじゃないかなと思ってます。じゃあ私がやりたくないことをやらずに済むようにするためにはどうすればいいのかっていうことを具体的に考えるきっかけになるとも思うので、やりたいことって言われても分かんないよっていう風にちょっと感じちゃう人、まずやりたくないことをはっきりさせるっていうのも一つの手かなとも思います。そして、いよいよ次のページが毎月のページになりますね。これは1月のページです。ここにジャニュアリーと残して、ここはウィッシュリストなどを参考に1月の目標ゴールを記入しています。どういう月にしたいかっていうもうマインド的なご機嫌でいるとか、それぐらいのマインド的な目標と一緒に、あとは数字的な目標とか期限的な目標も書いていきます。でその下にはより具体的に各項目、私であれば YouTube とか Instagram とか myself とか、あとは他の仕事のこととかを、具体的に数値と期限と自分がどういう行動をするかとかっていうことを、書いています。ここはかなり具体的なので、ここを読めば何をすればいいのかっていうのがパッと分かるような目標になっています。右半分のページは振り返りページですね。結構もうここは簡単にしていて、グッド、バッド、インプルーブメントっていうことで、
グッドはその月やってよかったとか成果が出たとか、そういうポジティブな振り返りを書く部分で、バッドに関しては、表現がいいかどうかはちょっと置いといて、ちょっともう少しここを頑張ればよかったとか、この目標設定はあまり良くなかったとか、そういった改善が必要な部分っていうものを、残していこうかなと思ってます。あとは単純に自分のこの行動とか態度とか良くなかったなとか、そういうことも、残していけたらなと思ってます。でそのグッドとバッドを踏まえて、インプルーブメントの欄にはこの翌月ですね、2月に向けてこの習慣は良かったから続けていこう、2月も目標にしようとか、ここは改善が必要だったから2月はこういうふうに改善しようとか、そういうことをまとめていって、翌月2月のこのゴールとか各項目の目標欄に書く内容を改めていこうと思ってます。去年バレットジャーナルをやっていてちょっとダメだったなって思ったのが、ちゃんと振り返りをしなかったことなんですね。振り返りをしないとやっぱり自分のどういうところを直せばいいのかとか、もっと早く理想に近づくとか目標達成するためにはどういう改善をするべきなのかっていうところがやっぱりはっきりと見えてこないんですね。だから何か行動するのはもちろん大事なんですけど、それを振り返って改善していくっていうこともやはり大事だなというふうに実感した2025年だったので、2026年はその反省を踏まえてこういうふうにしっかりと振り返りをできるようにページ設定しています。そして次のページは1週間ごとの目標立てと振り返りページになっています。ここにはその週やりたいことというか目標とか、あとはマインド的な目標とかも書いて、ここは1月の前のページで立てた目標を踏まえて、じゃあ第1週は何を目標に設定しようかっていうのを少しずつ噛み砕いていくというか、具体的にしていくっていう感じで考えています。でその下には1週間の日付と曜日を書いていて、ここも予定を書くと同時に To Do を書き込んでいます。ここで私が一番大切にしているというか意識していることは To Do の日付をもう設定してしまうということですね。今週中にこれをやるっていう風にその1週間の猶予があるような状態で目標設定をしてしまうと、今日できなさそうだから明日でいいや明日でいいやっていう風に結局やらないことが私の場合は結構多いので、スケジュールがどんどんずれ込んでいっちゃうっていう感じですね。それはちょっと今年はもうやめたいと思って、なので今週中にやるじゃなくって、月曜日のこの日にこれをやる、水曜日のこの日にこれをやるっていう風にもう日付を決めてしまう。もちろんスケジュールがずれたらそれは修正すればいいだけなので、こっちは、ワークとマイセルフで、それぞれ目標を書こうと思っています。でその下に For Next Week の部分にはこの目標がどれだけ達成されたかっていうところも踏まえて、次の週どういう目標を設定すればいいか、どういうところを改善すべきか意識すべきかっていうところをここに書いていこうと思ってます。で次のページ以降は To Do を書いたりとか毎日の日記とかを残していっています。こんな感じで私のバレットジャーナルとスケジュール帳の使い方を簡単にご紹介させていただきました。もしこれ良さそうっていうふうに思ってもらえたところがあれば、ぜひ真似していただいても大丈夫ですし、気になることとかがあればコメント欄で質問いただいても大丈夫です。デザイン性はちょっと低いノートなんですけど、今新年明けて1週間ほど使っている中でぼちぼちうまく運用できてるかなと思っていて、これからも使い続けていく中で少しずつ調整をしていきながらより使いやすいノートにしていこうと思っています。私がこんな私のノートでお伝えできるのは、これぐらいのノートでも意外と自分のためになるし大丈夫だよっていうことをお伝えできたら嬉しいなと思います。
誰にも当たらない可能性もあるんだよ。ある。4等分できるようにしてて、うん、でどっか1箇所に埋めたフェーブを、じゃあやりましょう。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。お、やられましたね。じゃあまあこうにしようかな。じゃあ僕手前のここに。 OK。 じゃあカットしましょう。切れるかな、うまく。でも意外に。お、本当だね。じゃあまだよいしょっと。多分見えないとは思うけど、これでちょっと見えた。悲しいよね。確かに。いただきます。いただきます。綺麗にできてるね。意外とパイ生地は既製品使ったけど、良さげに。あ、当たった？あ、来た？うわ、もう出たんですね。出ました。これまさかさ、ダラダラダラのところだったのに。いやでもさ、この方がさ、スムーズでよくない？おいしい。